研究所はずっと1800年代から続いている論争というか、誰もが知りたい、本当に死んでも意識というのは意識として残っているのか、それとも、アカシックレコードのようにね、我々が発したものっていうのは全部図書館のように情報がこう貯められていて、だからもうなくなって残っているのはあくまでそういう自分たちが出した情報に過ぎなくって、もう自分というものはなくなってしまっているのか。そしてそれを分ける一つの基準っていうのは、例えばサイキックの方がアカシックレコードリーディングをした場合と、それから本当に亡くなってるっていう方とコミュニケートした場合とでは、サイキックの方のその反応もね、いろいろ例えば脳波だとかいろんなものを調べて、主観的にも違うとか、それからコミュニケーションの仕方も違うとかね、そういうことが一応はあるんですね。だから、はい。なんていうのかな、節さんがこう、例えば私の亡くなったおばあちゃんがいるとして、おばあちゃんとこうコミュニケートしてるっていう感じなのか、もっとぐわっとどっか上とつながってて、そこから情報をダウンロードする形なのか、その2つのはい。ね、とても、なんていうのかな、一般の人にとっては、死んだら終わりか、それとも死んでもおばあちゃんは本当にいるのか、それともおばあちゃんの、記録だけなのかっていうね、そこがちょっと大きな違いなんで、その点についてちょっと明確に教えていただけると嬉しいなはい。と思うんです。私の場合、メッセージが言葉で降りてくる場合は、それは、例えば、もう、誰とつながってるとかっていうことではなくて、ともかく言葉がこう降りてくるんです、テレパシーのように。うん。で、それがもうそのまんまスーッと入ってきて、そのまま私が喋るみたいな感じなんですけど、で、亡くなった方たちとか守ってくださってる方たちで、その方たちが出てこられる場合は、先生がおっしゃった通り、先生の後ろにどなたかがいらっしゃって、で、何々さんですかって名前を聞いたことは一度もないですし、本当にごめんなさい。もうそこだけこう欠落してる感じなんですけどね。で、ただ、ちゃんと、霊体、その方たちは天に上がってらっしゃって、魂の存在なわけですけど、こういう時に、クライアントさん、もしくは先生や、エリさんのためにご先祖の方が出てこられた場合、その方たちに分かるような格好で出てきてくださるんですね。なのうん。で、その場合は人物として後ろにいらっしゃったりとかするので、もしくはこちら側に、私側にいらっしゃる場合もあって、この辺にいらっしゃる場合もあるんですけど、うん。その時はもう、皆さんにお伝えしやすいような格好でちゃんとお顔、その時のお顔と、大体亡くなった時よりもお若くして出てくる方が多いんですけど、そこに人物として出てこられます。先生、それに、一言、私、ほら、クライアントでもあるので節さんそう。はい。具体的に言いますとですね、最初のところで、私の命の恩人だという話をしましたけれども、私の亡くなったパートナーがいて、で、亡くなってからも何年も節さんとカウンセリングをしてるんですけれども、私もだんだんとその方のことをカウンセリングの時に言わないようになっているにもかかわらず、あ、今出てきたって言って、節さんが言う。もう、節さん、そのことも全然忘れてらっしゃると思うんですが、あの方もこういうふうに言ってらっしゃいますよ、みたいな感じで、ふっと全然何にも私触れてないのに、節さんってビジョンの方だから、だから、写真をね、カウンセリングの前に写真をいろいろ、もうカウンセリングしてほしい人だけじゃなくて、これも送っとくか、これも送っとくか、みたいな感じで送っとくんですよ、私。気になる人のこと。で、全部うん。やらないんですけれども、時間もないし。そうすると、節さんはそれをね、あらかじめ写真を見といてくださるので、この人が私のパートナーだったっていうのがわかるので、今、こういうふうに出てきて、こんなふうに言ってるよって、その言い方がですね、また、その人なんですよ。う本当ん。に不思議な感じで、その人の感
じのものの言い方するんですね。それ、節さんの口から語られるんですよ。声色を使うとかじゃないんですけれども、言い方がそんな感じなんですよ。おっとかっていう感じで、おなんてね、節さん、普通の節さん言わないですよ。だけれども、そんな感じで、大丈夫みたいな感じで私に伝えてくださるので、あ、なるほど。そこにいるんだ、みたいな感じですね。はい。あとね、私が感じるのは、ニューヨークに行った時に、対面でセスさんとやっていただいた時に、やっぱりそのパートナーが、降ろしてもらったことがあって、で、すっごい私その時に暑くなったんですね。暑かったけど、終わってから言ったんだ。終わってから、すごい暑かったけれども、せいちゃん大丈夫でしたって言って。で、そうやって言ったら、あ、それはね、あ、あ、リーディングの最中だったかな。あ、目の前にいるって言ったから、目の前にどこにいるんだみたいな感じで、ここにいるんですかみたいな感じで言ってて、で、終わってから、あの時すっごい実は私、すっごい暑くなって、せっちゃん大丈夫なのかなというふうに思ったんですよ。そしたら、その時せっちゃんは、ものすごい寒かったと、凍えるように寒かったみたいなことをお話をされてました。そんなお話は知らないですよね。せつさんね。私は、全然覚えてない。はい。私はもう、リーディングした内容は、直前にした内容もどんどん忘れちゃうので、本当に覚えてないです。ごめんなさい。はい。なんで寒かったんだろうっていうのは不思議ですいや、ね。全然わからないですね。全然わからないです。リーディングをしているとものすごく熱くなっていくんですけど、そのエリさんの先生が現れた時は、全然わからないですね。私、どうして寒かったか。寒いって言った覚えも全く覚えていないのあ、で、本当に。はい。私は暑くなったらものすごくカーッとするような暑さなんですけど、で、後から聞いたら、私はすごい寒かったって言って、寒くて凍えそうだったって言って。ただ、エリさんが今おっしゃってくださった通り、私はクライアントさんたちの、亡くなった方々とはお会いしたことがないので、ほぼ。で、どういう方かも聞いてないし、写真は必ず聞きたい方の場合は写真を送ってくださいって言うんですね。なぜなら、一つ目は、つながるのがすごく早いんです、写真があると。二つ目は、写真ってものすごいインフォメーションを結構たくさん入っているっていうか、私がわかるので、時間も短縮して、なおかつ、ものすごくいろんなことが分かったりするので、写真を送ってくださいって申し上げてるんですけど、とってもよく言われることが、エリさんがおっしゃったことで、うちの父の言い方にそっくりですとか、もう本当に彼がこう言いそうとか、もう彼女が本当にそういう言い方だったんですよとか、私こうやって呼ばれたのどうして知ってるんですかみたいな感じですね。だから、はい。それはとってもよく言われます。はい。うんうん。それは重要なあれですね、鍵ですね。なるほうどね。ん、はい。